500人もの達人を瞬殺してしまう圧倒的攻撃力。高齢となってもその実力は世界最強。今回は無敵超人風林寺隼人の強さと魅力を徹底解説。伝説級の強さと与業浦之助との死闘についても解説。風林寺隼人に武術を教えてもらいたい人は高評価に向かって両斬波をチュッとオン。お気に入りのキャラやシーンをぜひ教えてくださいね。かの両残白の長老でその強さはぶっ飛んでいます。史上最強の生物とも呼び声が高く、ついた二つ名が無敵超人。たとえどんな強敵が相手でも豪快に吹っ飛ばしてしまいます。風林寺ミュウの祖父であり、昔は一緒に世直しの旅に出かけていました。2メートルを軽く越す巨人でムキムキの筋肉に覆われています。ぶっ飛んだ性格をしているものの意外と気配り上手。ミュウやケンイチだけでなく両残白のみんなの様子も気にしています。ミュウの父である風林寺犀我は隼人の実の息子のことを心配しつつも残された孫娘ミュウの方が気になるようです。一人でも身を守れるように武術を教え世直しの旅にも同行させます。格別の愛情を注いでおり、孫のピンチにはすぐに駆けつけています。もしミュウの旦那になりたければ風林寺隼人を倒す必要があると常日頃言っているようですね。一見もっともなことを言っているようですが、いつの間にか限界ギリギリの無茶ぶりに翻弄されてしまいます。ただし無の心を伝える際には超真面目、わかりやすい言葉で相手の心に響きます。無敵超人には通常の常識は通用しません。たとえ海上だったとしても誰よりも速く水面を走れるんです。ケンイチやホマカを襲ったサメを水面を走りながらぶん殴りました。弟子同士の対決に興味津々の隼人、水中で溺れるくらい白熱する弟子たちに厳しい喝を入れました。すぐに答えを与えないのも風林寺流の教育方法。難解な質問についての回答を自ら経験しながら見つけるようにケンイチに新しい課題を与えました。実は鳥獣ギガのコレクター、10万円以上する一品を誰にも知られずに購入します。ケンイチに見つかり必死でごまかそうとしますが、暴進破衝撃でケンイチの記憶を奪い去ってしまいました。盆栽にも余念がない風林寺、史上最強の盆栽を作りました。普段弟子を取ったことがない隼人ですが、ケンイチには特別にマンツーマンで修行を行います。修行を通じて技術だけでなく大切なことを身をもって伝えます。弟子の成長を心から喜ぶ隼人、なんだかんだで信頼しているようです。作戦を考えるのが好きな風林寺はケンイチを強くするために様々な作戦を立案します。ただどの作戦も行き当たりばったり、それでもなんとかなるものですね。隼人の持論が強者が勝者ではないということです。たとえどれだけ格上のものであってもほんの一瞬の油断で負けることもあるようです。後に本郷と戦ったジュナサードは圧倒的有利な状況になりながらも無意識的に手加減をしてしまい人生初の敗北。隼人の持論通りの結果となり命まで失ってしまいました。風林寺隼人の強さは達人たちをはるかに超えています。無敵超人という異名は達人たちの上に立つ者という意味も込められているんです。気まぐれで達人を500人以上瞬殺し仕方なく道場破りをする毎日。世直しの旅の途中で達人アパチャイと対決。激戦を繰り広げるも彼の心に闇がないことを見抜きます。アパチャイもろとも葬ろうとしていた依頼者を一緒に倒し、アパチャイはそのまま日本までついてくるのでした。闇の世界の者が参加する D オブ D に謎の青年バリュー X として参戦。実力を 0.0002% まで落としケンイチ、ミュウと戦います。合格というまで続けられる組手で彼らに大切なことを教えます。無敵超人技二重進行を使い別々の意志を持った体で2人同時に相手をします。伝えるべきことを伝えた後に自ら舞台を離れました。年齢不詳の隼人ですが、その戦いの歴史は戦国時代まで遡ると言われています。
一英級剣の一人である櫛灘三雲とは、第二次世界大戦で闇と共に戦った間柄。反発し合う二人ですが、お互い強さを認め合っているようです。隼人は、108の秘技を操る我流の使い手で、その技の一つ一つは、どんな強敵も圧倒できるほどの破壊力。人間を手裏剣のように投げつける人手裏剣や、火当たりで敵を吹っ飛ばす鷹山波など強力な技を備えています。すべてが自分で編み出したものではなく、他人の技をそのまま自分の技にするなど、したたかな面も見せています。かつて激闘を繰り広げたジュナサードの技をもうまく取り込んだのです。それらを全てひっくるめて、完成した独自の流派である我流。彼をよく知る者からは、風林寺流武術とも呼ばれていました。相手が人間以外でも勢いに乗った隼人を止めることはできません。戦車を簡単に放り投げ、ミサイルすらも素手で破壊してしまいました。生の気の極みである流水制空剣を標準装備していますが、銅の気も使える様子。まさに完全無欠の力を持っています。伝説の武人の風林寺隼人ですが、苦戦を強いられたこともあるようです。その相手の一人がシルクアット・ジュナザードです。三雲と並ぶ一英級剣の古参で、その強さが他のメンバーを瞬殺できるほど、フンチャックシラットを極め、気に食わなければ弟子でも手にかけるんです。研磨写真も異名を持ちますが、普段は神聖な気を発しています。無手だけでなく、武器攻撃にも精通しており、武器組が教えを請うほどです。なんとあの風林寺隼人が決着をつけられなかった相手、その孫娘であるミュウの強さに感銘を受け、自分の弟子にしようとさらってしまいました。隼人が苦戦した相手の2人目は、乃木尾田之助です。武器組の長であり、八葉断罪派の棟梁。伝説的な強さを持つ闇の最高幹部の一人です。二天一流剣術の使い手で、その斬撃の威力は島をも寸断しそうになります。身体能力は隼人クラス。超人さ加減は一歩も引けを取りません。風林寺隼人をできるだけ長く島に留めるため、人間をはるかに超越したバトルが数週間にわたって行われました。出かけて切り返らない隼人を心配する鷹山泊の面々。アパチャイが苦戦しているかもというの、そんな強者がいてたまるか。と返す榊。しかし、アパチャイの予感が的中しました。お互い、互角の威力を持つ奥義を繰り出しますが、視察を貫く活人剣で攻める隼人よりも、殺意を持って攻める大田之助がやや優勢となります。戦いをしながら食事をする両者。魚を取らせまいとブロックする大田之助。隼人は動物を狙います。小狐を見つけた隼人でしたが、情に駆られ逃がしてしまいました。自利品状況が続く隼人は、なんと戦闘中に仮眠をするという奇策に。体力を取り戻した隼人は、島から脱出することに残りの力を振り絞ります。ここでも優勢の大田之助でしたが、一つず現れた狐に邪魔をされてしまいました。一瞬の隙を突き、全力で島を離れる隼人。この勝負は引き分けに終わりました。史上最強の弟子健一で誰もが認める最強の超人。健一は風林寺隼人を倒し、ミュウと結婚できるのでしょうか。